こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は普段とはまた違った場所からお伝えさせていただきます。私ども羽生宇宙邸からほど近いところに構えられているこの純日本の和室。盆栽水石界に大きな足跡を残された私たちの大先輩根岸正一郎先生の邸宅です。広々とした座敷、そして茶室、すべては根岸先生が盆栽や水石をいかに飾ろうかとご自身の鍛錬の日々を過ごされた大切な場所です。今は奥様はじめご遺族の皆様が大切に守られていますが、今日は特別にその場所をお借りしてある飾りをご披露します。2月に開催される日本水石名品展、この時に国風盆栽展は100回となります。下の階で100回を繰り広げる国風展に対して水石協会の展示も趣向を凝らしたものが多くあります。その中に普段の陶美術展では皆さんにご覧入れることのできない、もっと空間の小さなまさに手のひらに乗るような凝縮した美と言われる清浄の茶石盆石のような飾りを披露することになっています。その図録撮影を兼ねてこの奥にあります茶室とつとつ庵、これをお借りして撮影に挑もうと思います。今日はその内容を少し早く皆さんにご披露したいと思います。普段は見られない茶室での水石の飾り、お楽しみください。茶室の中からお伝えさせていただきます。日本の文化が作り上げたこの数寄屋建築の中の茶室、わずか150センチにも満たない小さな床があります。赤松の柱、あまり豪華ではなく素地のままのかまち、そして土壁、茶人千利休が求めた素にして詫びや錆を感じるもの、その中に生まれた小宇宙と言われる場所がこの茶室床です。小さな床を前にそこに向き合って、そこに飾られたさまざまなもの、それを飾られた人の心、それを読み取る楽しみという葛藤のある修練の場所でもあります。このようなところに水石を飾るときは大変難しいものもあります。幾度も幾度も修練を重ねてたどり着く世界、その世界が繰り広げる素晴らしさをここから3席をご紹介させていただきます。第1席、石は世田川の平石です。静かな平らな石の中に浮かぶ石の石門、そしてわずかな凹凸が水をためない中でも水を感じる、そのような精神性の深い石。古くは昭和の水石界、平成へと牽引した巨人横山浦久王の居合の輪で楽しまれた一石です。水もどこかに感じる、それを石柱に物語るのは表具素晴らしい短冊の和歌に込められています。
南北朝時代、約500年前に書かれたこの短冊には、こう書かれています。苔清水、組し昔の後問えば、とくとくおつる我が涙かな。苔清水の言葉が、水の流れの中に青々と浮かぶ苔やその自然を歌い上げています。その下に置かれた石、水もを感じて静かに静かに広がるように、ハマグリ葉の新塗りの長板が使われています。茶室ならではの静けさ。と美術館では室題を変えてのご紹介になりますが、今ここでその本来の映像を残しておこうと思います。第2席のご紹介です。鴨川石、名誉八瀬の里。のどかないおりともいう屋根姿を持つ鴨川の中でも八瀬のすだちマグロといえる質です。飾られた卓は唐物、つまり渡来の紫檀材で作られたおとなしい平卓ですが、天板は小切れによって静かに柔らかく石を抑えて茶室と調和しています。かけられた掛物はあっさりとした表具の中で浮かぶ細身のちりもみじ一枚。広い画中にたった一枚の葉を落とす腕の立つ画家でなければ描けない空間です。木島王国が残したおそらくは茶人、文人によるあつらえのものでしょう。儚く腹と散る一枚のもみじの葉の下に、過ぎゆく秋を思ういおり一つ。静けさの中に文人趣味に生きる人間が到達したい世界観がこの席に込められているようです。東京都美術館で繰り広げられる茶席風の盆石飾り3席。最後は真行宗でいう真の位の飾りになります。老竹田盆石といえるこの石は、よく見れば京都貴船から取れたものです。名誉二条山、盆山といえるその象徴的な山姿の中に浮かぶ二条のしぶき。患者の目に捉えて残雪、水しぶき、さまざまなものを彷彿とするこの石は、まさに江戸初期の小堀遠州が求めた同じ盆石の中でもきれいさびというものが感じられる秀逸なものです。格調の高さを茶室の中で表すときに、あえて今回挑んだ紫檀の八足香炉卓。奥行きを縮めた絞り込んだその姿と、匠の技で作られた線の素晴らしさが、石の良さを殺さずに卓の格調を生かすということにまとめることができました。名工足立正山ならではの仕事と言えるでしょう。盆山の空高くには中天に浮かぶ月一つ。五引町加納派加納常信が残したこの小さき茶掛けの軸は、もともとこのサイズを思ってその
自身の楽観や名もほどなく小さくまとめています。同じ時代の古切れを表具回しとしたことで、軸と表具、そして石、卓、そのすべてが響き合う時代感と格調が描き出されています。茶室といえば、どうしても文人調子になりがちですが、格調を与えながら錆を残す。ここに至るまでには大変な長い修練があると思います。完成度の高いこの一席、ぜひまた2月の都美術館での披露をお楽しみください。いかがだったでしょうか。東京都美術館日本水石名品展の図録撮影を兼ねた根岸邸をお借りした茶室飾りの深さ。水石は大きい迫力のあるものから手のひらに乗るものまで、その中にある宇宙はまさに大自然、まさに心象風景、人の心に打つものがあります。この邸宅を作られた根岸先生は、そのさまざまな深さを日々の鍛錬で追求した人です。今も先生がここにいて我々を見守っているような気がします。笑われぬようこれからも努めます。わびチャンネルはこのような本来の日本の文化の香りの中のもの、さまざまな盆栽や水石をお伝えして、皆さんが目の前で楽しむ愛らしいものまでさまざまなアーカイブが散りばめられています。ぜひチャンネル登録をなさってお楽しみいただけるとありがたいです。本日もご視聴ありがとうございました。